どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は最近買ってよかった家具を紹介してみようかと思います。この部屋に引っ越してきてからいくつかね家具を新たに迎え入れたり、あと前使っていた家具をリメイクしたりもしましたんで、そういった家具をね紹介していこうかと思います。そう、ちょっと前にねこのコーヒーコーナーですね、こちらを作る動画も公開しましたが、これもねとても快適なコーヒーコーナーができまして、毎日のコーヒーライフがねはかどっています。これを組み立てた時にはまだなかった家具もたくさんね迎え入れていますので、そういったものをね今日紹介していこうかと思います。ではね早速いってみましょう。はい、まずこちらのテーブルですね。これが奏物のカフェテーブルです。前の部屋でもこういったダイニングスペースを作りたかったんですけど、キャパ的にねちょっとできなかったので、新居ではこのダイニングテーブルを置きたいと思っていて、それがね実現しました。テーブルもいろんなところのを見てめちゃくちゃ悩んだんですけど、最終的にねこの奏物のカフェテーブルにしました。奏物は天板と足のカラーを選んで組み合わせられるので、代々木八幡に奏物のショールームがあるんですけど、そこでオープンショールームの日がありましたので、実物を見てこのカラーをね選びました。天板もいろいろ選べるんですけど、こちらはリノリウム素材のペブルというカラーをね選びました。淡いグレーのカラーですね。で縁の部分がこうオーク材になっていまして、ここもねこのナチュラルなカラー、これがね気に入っています。で足はホワイトとブラックがあって、あとね形もいくつかあるんですけども、これもねショールームでもずっと悩んでいたんですけど、今の部屋が白色ベースなので足元も明るい色にしたいなと思ってホワイトにしました。足の形も選べるんですけど、この4ピンの形がいいなと思って、でこれね横幅がちょっとあるので存在感強めなので、あんまりね黒とかにするとちょっと重くなるかなと思ったんで明るい色にしたかったんですけど、それもあってねホワイトにしたんですけど、これで置いてみたらね大正解でしたね。とても気に入っています。そういったまずカフェテーブルは奏物のカフェテーブル、こちらをね選んだんですけど、このカフェテーブルと一緒に使いたいチェアなんですけど、これはね今座ってますけど、ずっと憧れていたチェスカチェアを購入しました。ノルのチェスカチェアですね。このね色選びもめちゃくちゃ悩みまして、このビーチっていうフレームの部分がブラックとライトがあって、よく見るのはブラックの方だと思うんですけど、このライトビーチもこの奏物のテーブルとか出窓のプランターとかね、マーシャルのスピーカーとかもあるんですけど、こういったものと相性が良さそうなので、そう考えるとライトかなとか思っていたんですけどもね、ほんと一生決められなくて、インスタでもねアンケートを取らせていただいて、ブラックとライトどっちがいいですかっていう風にねアンケートを取らせていただいたりもしたんですけど、そしたらね 70% ぐらいの方がこのライトに投票してくれていまして、みんなもねそう言ってるし、やっぱりライトかなと思いつつ、まだね決めかねていて、やっぱりこれ実物見なきゃダメだなと思いまして、外苑前にマーケット東京っていうお店があるんですけど、そちらで実物が見られるので実物を見まして、そこでね改めてブラックも見てしまうと、ブラックもまたいいんですよね。いい色艶でねブラックもいいなと思ったんですけども、その横に経年変化していい感じのブラウンになったこのライトビーチのチェスカチェアがあって、経年変化した色合いがねめちゃくちゃ良かったんで、そういった変化も楽しめるということで、このライトビーチの明るい方のねナチュラルカラーのライトビーチのチェスカチェアにしました。これもねここに置いて、この奏物のテーブルと一緒に使ってみるととてもねマッチしていて、やっぱりねライトビーチで良かったかなってねなりました。このフレームの部分と、あと足の曲線、頭張の座面、本当に美しいんですよね。このノルのチェスカチェア、これもねとても気に入っています。でその裏にあるのがスツールなんですけど、こちらがボンジュールレコードとフリッツ・ハンセンのコラボレーションアイテムになってまして、フリッツ・ハンセンドットスツール SP for ボンジュールレコードってものになってます。フリッツ・ハンセンのドットスツールというね本当有名なスツールなんですけど、これはボンジュールレコードとの別注モデルということで、足の部分がブルーなんですよね。でこの部屋はアクセントカラーでブルーをあちこちに使ってるんですけど、この足のブルーがめちゃくちゃ僕が好きな青だったので、青もいろんな色あると思うんですけど、本当うちのインテリアにぴったりな色味だったので、こちらをね即購入しました。僕結構昔からねこのアダエラーとか、アダエラーとキツネのコラボしたアイテムとかねたくさん持ってるんですけど、結構ねブルーのアイテム好きなんですよね。部屋の中にもあちこちブルーのアイテムあるんですけど、そこにね1点加わったという感じですね。ブルーのシャープな足と、このあとナチュラルウッドのね座面、これもねめちゃくちゃ美しくて、これもねとても気に入っています。
はい、そういったフリッツ・ハンセンのドットスツールのボンジルレコード別注モデル、こちらもね最近購入しました。あとリビングのペンダントライトをね最近変えました。こちらはおなじみヘイのペーパーシェードです。こちら直径50センチのモデルですね。これもねこの新しい部屋で使いたかったペーパーシェードのペンダントライトですね。ペーパーシェードのライトだとイサム・ノグチがね有名だと思うんですが、イサム・ノグチのこのフレームってねちょっとね波打ってる感じなんですよね。少し有機的というか、それよりもこの直線のフレームの方が僕は好みだったので、今回ねヘイのものを選びました。でこれ50センチとあと60センチのモデルがありまして、今回購入したのは50センチの方なんですけど、50センチねずっと探してたんですけど、この50の方だけがずっと欠品続きで6月ぐらいですかね入荷のお知らせが来たので、その直後にねもうすぐに購入しました。でオンラインストアねさっき見たらもうまた品切れになっていたので、やっぱり結構大人気アイテムみたいです。気になる方はねメールで入荷の受付取れるようにしておいて、入荷したらすぐに購入するっていう風にね僕みたいにやると買い逃すことないと思いますので、ぜひやってみてください。本当にやっぱ大人気みたいです。50センチの方が大人気みたいですね。僕今までこういったペーパーシェードタイプのペンダントライトってね使ってきたことはなかったんですけど、やっぱりねいいですね。このペーパーシェードは光が柔らかくなって、この柔らかい光で部屋をねぼんやりと照らしてくれるので、これもねめちゃくちゃ気に入っています。あと最近ねうちではリメイクした家具なんかもあります。やっぱり新しい家具ばかり購入しているともういい加減破産してしまいそうだったので、この部屋では使わなくなった家具とかはオークションサイトとかで売りまくって、もう合計いろいろなガジェットとかいろんなのも売ったんで、合計40万円ぐらいですかね売りまして、それを使って今回のね新しい家具を買ったって感じですね。リサイクルしていった感じですね。あと家具はさっき言った通り手放すばかりじゃなくてリメイクもしていて、この横長のキャビネットですが、これ前の部屋で使っていた IKEA のベストなんですよね。黒いベスト、リビングに 60×60 の小さい方を置いていて、隣の部屋に書斎兼植物育成部屋にしていた部屋があったんですけど、そちらで使っていた 120×60 のちょっと大きい方のベスト、これどちらも本体は黒で扉も木製のものとかラタンのものだったんですけど、この今の部屋に黒だと合わないなと思いまして、本体にホワイトのリメイクシートを貼って、扉だけ IKEA でグレーのセメントカラーのものを買って付け替えました。なのでリメイクシートと扉分しかねお金かかってない感じですね。でもこれやったことでめちゃくちゃ雰囲気変わって、この USM ハラーとかあとソファーとかグレーの家具がうち多いんですけども、これらと同じ色合いにしたくてこんな感じでねリメイクしてみたら、ほんともともと真っ黒だったとは思えないぐらいねいい感じに馴染むような家具になりました。我ながら上手にリメイクできたんじゃないかなと思ってます。家具はねほんと全部買い替えていたら大変なことになってしまいますので、こういう風にリメイクシートとかでリメイクできるものは数千円とかでできますんでね、リメイクシートとかで雰囲気変えていくっていうのはねかなりコスパ高いやり方なんじゃないかなと思います。はい、今日紹介する家具はそんなところですかね。はい、今日は最近迎え入れて良かった家具を紹介してみました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。また落ち着いてきたらルームツアーとかね撮ろうかと思ってますので、インテリアに興味がある方よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。